あとね、この後30マイルくらいあったんですけど、無理。いけない。残念ながらまたまたギブアップということに。Go for it. Frick. はーい、皆さんこんにちは、カイズさんです。アメリカで Fried Clay 200という200キログラベルレースに参加しました。チャラフチュオコーニーナショナルフォースという国有林で開催されたレースです。セルフサポートのレースで森の中、県外の中、何が起こっても助けが来ないレース。必要になりそうなものや大量の水を担ぎながら走ります。僕は別にレーサーじゃないので、自分へのチャレンジ、そしてどでかいグラベルライドを楽しみに来ました。ついでにここでのライドを2年間連続でギブアップしているので再挑戦しに来ました。少し長い動画になりますが、このレースのお話をぜひ最後まで見てやってください。そんじゃ参りましょう。では最初にこのレースの4つの部分に関して話します。セクション1は坂がたくさんあり、路面は大きく走りにくいグラベル。まだレース序盤だから大して疲れてはいないんですが、10% 超えの坂がたくさんあって普通にハード。それに加えて路面は滑るし崩れるグラベル。川越えも何度かあってめっちゃ寒い中、めっちゃ巨大な石を越える必要がありました。危険性抜群、最初から超楽しい。セクション2は一番テクニカルでハードなセクション。マウンテンバイク用のシングルトラックを使い山を越えます。崖のような坂を何度も登っていくつも倒れた木を越えたのでもはやハイキング。でもこのセクション一番の困難は深い泥沼。数日前の雨もあってこのセクションの多くはドロドロで自転車を泥から引っこ抜きながら歩きました。セクション3はまたまた深いグラベルと激坂地獄。エネルギーが下がってくる中、ほとんどの人にはこのセクションが一番フィジカルとメンタル的に難しかったでしょう。10% から 15% で続く長い坂がいくつもあって路面はチャンキー。坂を何分か登り続けて30秒くらいで一気に駆け下りる繰り返し。このセクションの終わりは Hadaway Hunt Camp というレースの半分地点で、ここで一晩過ごしキャンプする人もたくさんいました。セクション4は一番簡単な路面、緩いグラベルと舗装された道で超走りやすく距離を稼げます。ペダルを回す以外何も考えなくていい。激坂はありましたが、走りやすい路面だと結構簡単。自分はメンタル的にかなり疲れるセクションでしたが、頑張れました。それじゃあまた言いますが、このレースはセルフサポート、つまりレースで必要な水、補給食、リペアキットや水のフィルターは全て運ばなければいけません。コンビニや自販機は存在しません。キャンプ場では水をくれましたが、その他は全て自ら見つけなければいけません。自分は燃やす脂肪がなく、カロリーが大量に必要なので、たくさんの食べ物も必要でした。それでは僕の2022年 Fried Clay 200K Endurance Gravel Race のお話を始めましょう。始めるのは最初の困難が訪れたレースの1ヶ月前。ぎっくり腰に23歳でなって一切歩けない。練習を再開するため毎日3時間くらいストレッチとローリングをする日々が続きました。で、やっとトレーナーに乗れても腰がまあ痛い。泣きたくなるくらい痛い。レースまであと3週間。走れるかどうかもあやふやになってました。と思っていたレース1週間前。痛みは少しあるんですが、160キロのグラベルライドを友人たちとして体力と腰の調子をチェックしました。驚くことにあまり痛みはなくて体力もかなり良くて、一安心。よかった。レース当日に朝早くに起きなくていいように、レース前日に友人たちとレース会場でキャンプする予定にしました。自分は自転車のセットアップをたくさん考え抜き用意したので、何が起こっても大丈夫なようにされてます。だから必要なものをすべて車に積んで他の人を迎えに来ました。まあ全部持ったと思ったんやけどね。なんか忘れ物してるなーって感じがしたんですが、わかるでしょうか。自転車レースに持っていかなければいけないもの、何か足りないものが後ろにあるのがわかるでしょうか。キャンプ場に到着した時には同じことをしている人がたくさんいて、テントがたくさんセットされてました。ついでに気温は4度くらいなんで、大きなキャンプファイヤーの周りでワイワイしてました。僕はテントを持ってないので小さな車で寝ることにしましたが、最悪やったわ。小さいし寒い。そして最悪なことに腰が痛い。
あらら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 。この腰の痛みはこれから18時間走るレースで最も最悪な痛みでした。はい、レース当日です。いろんな方がね、昨日からキャンピングしてる人と、今朝ね、朝早くから、アトランタからね、2時間くらいかかるんだけど、運転してきた方々がいて、今は結構混雑してて、いろんな人がね、自転車用意したりして、楽しい状況です。テントとかもみんないっぱいまだ張ったままで、多分今晩帰ってきて、そのままね、もう一回一晩キャンプして、明日の朝帰るって感じですね。てな感じでレース当日です。もっとたくさんの方が来て、グラベルバイクからハードテールからフルサスまでいろんなバイク。フルサスは正直やりすぎやと思うけど、それしかないならしゃあないよね。見たところ 25% くらいの方が半分の地点でキャンプする予定みたいです。バックパッキングのセットアップでした。でもこうやって集まって楽しい一日の始まりです。カウントダウンもなしでただの GO! でレース開始じゃ。How are we feeling? Mile 0.2. I'm alive. Nice and breezy. はい、最初の方でね、水たまりを何度も見かけて、僕たちは結構心配した。序盤に水があるっていうことは、セクション2はドロドロってな意味で、最初からね、覚悟を決めなければいけないライドでした。それで少しの間団体に追いついていろんな方を撮影。自分としてはね、団体とずっと走りたかったんだけど、自分のグループと走ることにしました。そんじゃ自分の友人3人の自己紹介。まず最初はリードし、いつもの人だね。超強いロングライダーで体力切れてること見たことない。去年はこのレースの420キロバージョンを完走してたんで、今年は楽に走ってるね。そして次はロン毛金髪クリスさん。体力と脚力が半端ない。そんでもってバイクコントロールとバランスも半端ない。ガタガタな道でも余裕でハンドルを手放してバナナを食います。そして最後はメカニックジョーダン。彼はそこまで強いライダーじゃないけど絶対にやめない。諦めない。苦しくてもペダルを回し続ける。このライドではまたデジャブが起きるんで、実は僕としては彼のメカニックの技術の方が大事でした。ということで自分の友人を紹介したすぐ後に起こるのがこの出来事。アームウォーマーとレッグウォーマーを取っているのを待ってくれない友人たち。ひでえやつらだ。ってなことで追いかけます。疲れた。Thank you so much for waiting. 国有林の中は走れば走るほど路面が荒くなっていきます。普通の道からどんどん離れて交通量が減ってグラベルが自然のまんまの状態になるからです。てなわけでどんどん難しくなっていくんよ。なのにこいつらはその荒いグラベルの坂をぶっ飛ばします。僕はね6割くらいのスピードを出してるんだけど、やっぱり序盤で怪我したくないからね。ついでにブレーキシューがかなり薄くなってきてるんで安全重視。レースが始まったばっかなんだけど調子は最高。本当に絶好調。自然の中で走ると心が安らぐし、もう楽しいよ。といったすぐ後に道に出てくるんだけど、今日の風の話をしましょう。実にえげつない。風速10メートルくらいでこのように木がなくなった時はもう一気に来るのよ。ついでに超寒くなる。こういうところではね、体を小さくして思いっきり踏むしかなかったです。で、次に見えたのが悲しい景色。このエリアは去年まで木でいっぱいだったんだけどね、1年経って全部切られてしまいました。悲しい景色から目を背き、僕らペースを上げるぜ。
was that? What was that? What we wanted to show. You got it. Okay. Oh, that was sketchy in the middle. Yeah, Reed. Let's go. Super easy, wow. You gotta keep pedaling, keep pedaling. Keep on, come on, come on. Yeah! Let's go, Chris. Go, team, go. Yes, sir. Oh no! てな感じで川越しました。気温は10度くらいなので、水は超冷たい。でもこういう川越って本当に楽しい部分があるんだよね。このエリアでは川越が何度もあるけど、全部一応近くにあったんで、靴は一度乾くだけでよかった。今見えてるのが違う川越なんだけど、川自体はそこまで深くなくて簡単なんだけど、その後に来る 15% 以上の激坂がマジでえぐい。ついでにすっごく深いグラベルで滑りまくるし沈むから超難しいのに、もう走るだけでね難しい路面なのに、そこに激坂を加えて、そのすぐ前にね足を水で冷凍したという正直痛い状況なんだけど、ミュージックスタート。僕の影から見えるように、ここら辺からね腕と背中をストレッチし始めました。なぜなら腰がもっと痛くなってきたから。運よく少しの間舗装された道だったからストレッチができるんだけど、やっぱりグラベルじゃあね簡単に手離せないっていうのが難しい部分だよね。もうストレッチとか何もできないのよ。去年はねここに着いた時にはすげえ疲れてエネルギー切れだったんだけど、今年はまだまだ大丈夫という。1年間ね、もう1年乗って自分の体力がもっと上がって経験を積んだらね上手くなるんよ。といずれ牛さんたちに出会って一つ目の休憩所の教会に近いことが分かりました。というわけでそこで補給して背中をいっぱいストレッチして今日一番の難関へ用意しました。実はこのグラベルの部分もセクション1なんだけど、休憩所の後はグラベルの難易度が一気に上がってセクション2ということにしますね。深さとグラベルのサイズが上がって登るのも下るのももうむずい。深いグラベルだと思う方向にホイールと自転車が進まないんで、バイクコントロールが上手くないとあかん。自分は上手くないのでゆっくりめに走ってコントロールします。ここら辺には穴もたくさんあるけど全然見えない。路面が全部同じに見えるから穴とかわからへん。てなわけで早く飛ばしすぎて穴に当たると吹っ飛ぶ可能性があって怖い怖いと言ってる間にシングルトラックのセクションの入り口に到着。まさかの超楽しい下りのど真ん中に入り口があるから、たくさんの方がハイペースで入り口を見逃してました。でもこれからが地獄の楽しみじゃ。Mud, yeah. Oh no. There's a gigantic tree in the way. Oh, you're cheating. You gotta bunny hop it. Ooh. Big tree. Yeah, you got it. これからがセクション2の苦しみと時間がかかりすぎる部分。最初は荒いけど自転車に乗れるシングルトラックだったんだけど、これからは正直大量のハイキング。ただいまエレガントに下っている坂も実は違う道で、坂を下る前に曲がらなきゃいけなかったんだけど、間違えました。
本当のルートは平たいのに一本道を間違えたせいで目の前には壁。Oh shit. この壁はまあ40メートルくらい上がったね。それで押してるのは軽いロードバイクじゃなくて20キロくらいあるバイクだからかなり疲れる。The other trail looks completely flat. Worth it. Fuck! Why did we do this? Yeah, it's a cliff. シングルトラックの下りはグラベルの下りより難しくてめっちゃ集中力筋力が必要。早く見えるんだけど実はねかなりスローで時間がたくさんかかっております。数マイル進むのに何時間もかかってしまっています。なのに僕が新たなトラブルを作り上げる。 Oh, something stuck. Something stuck. Wait. Mechanical. Uh-oh. Be careful. I'd wait. Yikes. さすがは俺多分木を越えている時にねチェーンが上に押されたんだろうけど完全に挟まってる。抜けないし動かないからもう本当に焦ったんだけどやっぱりジョーダンがいいアイデア。チェーンリング外せんじゃねってなアイデアでした。 Yo. Oh, let's go, baby! Engineering. Oh man, that would have been so bad. That would have been so bad. Fuck man. This is why you ride with mechanics, huh? Yes, that's why I ride with you guys. Thanks, Jordan. Thank you so much. Hey, I proved my value on this ride. Dude, you proved your value before this. I almost died. Thanks, Jordan. Brakes immediately. Not used to plastic. Oh yeah, we understand. はいやってきました。本日一番最悪な10キロくらい完全な泥沼です。何が難しいかっていうと自転車が泥に沈んで抜けなくなるのよ。ほんで思いっきり引っこ抜いて転がす繰り返し。もう腕がやばい。 Wait, let me see your legs. もう泥が多すぎて僕はメンタル的に死んでいきます。自転車乗りに来てんのに自転車が乗り物から重い荷物になるのはやっぱりメンタル的に苦しい。ほんで乗れてもずーっと石と泥がローターに当たる音を聞かなきゃいけないのでどんどん不機嫌になっていってしまいます。 That was difficult. このセクションの最後数キロは実はグラベルで自転車に乗れるだけでも嬉しくなります。何時間も山と泥沼の中を歩き続けた後の自転車は天国。メンタル的にねエネルギー切れだからただいまリカバリー中。ここから次の休憩ジュリエットの町までグループは分解バラバラに。みんな自分のペースで走り出します。最初はね5キロくらいの上りセクションでジョーダンは一瞬で消えちゃうんだけどクリスは水がなかったらしくてハイペースで水を探しに。僕は彼を追いかけてハイペースになっちゃった。リード氏は最初は一緒だったんだけど坂の途中でペースを落としてました。でもここまで来たらペースを落とす理由もなく僕は楽しく自転車を飛ばしてました。ペダルを回せるだけで本当に開放感を感じられてこれこそグラベルやなーって思ってました。 We're gonna go over here for some water. Agua. でもこれでやっとセクション2が終わってジュリエットで休憩できるはずなんやけど風がえぐい。風の音と物の揺れが半端なかった。途中では枝とか落ちてきてもう太陽の中でもめちゃくちゃ寒いしそこまで最高ではなかった。それと水。ここにね水の蛇口があったんだけど硫黄の匂いと味がもう強すぎ。フィルターとポカリパウダー使っても飲めるもんちゃうかった。自分はねまだ1リットルくらい普通の水が残ってたからここの水は諦めたんだけどクリスさんは災難やったね。まずそうに飲んでました。Got this, Chris? Got what? Got this. Yeah. Next 80 miles. Stay tuned.
We're almost halfway there. I know, right? We're almost halfway there. Oh no. Oh, dude, I just had to think about that part. というわけで3つ目のセクション開始でまたまた坂とガタガタグラベルの繰り返し。個人的には絶対さっきの泥沼よりはこっちを選ぶけどね。でもこの区間に入ってから問題が重なり始めます。背中と腰の具合はまあ最悪。休憩中にローリングをしたんだけどそんな簡単になくなる痛みじゃなかったね。自転車に乗ってるの、特にレバーの上を持ってるのはほんまに苦しかった。というわけでトップを持って走りたいんだけど、こんな荒いグラベルでそんなこと僕には無理。クリスさんは普通にしてるけどね。僕はブレーキが絶対に必要です。でもそこも問題なんよ。ブレーキシューがなくなりました。ということでほとんどブレーキングができない。思いっきり引いてやっとスピードが落ちるくらいかな。なのにこの区間は激坂がたくさんや。あらららららら。実は一つの下りでコントロールを失ってカーブで曲がれずに道から離れたこともあったんですが、いやー怖かったね。で何度も言ってるんだけど坂が多い、そしてほとんど激坂ってなわけでね、ジョーダンはこのセクションの初めの方でちぎれて、前にいる僕たち3人も疲れてるからどんどん前に進みたかったです。そんな理由でこの区間の40キロで2度くらいしかジョーダンを待たなかったんだけど、かなり待たなきゃいけなかったんだけど、待つ理由は2つ。1つ目はまあちゃんと無事かどうか確かめるためで、電波も人もいないから、怪我してたら助け呼べないからね。で2つ目は長めのロードの部分を安全にみんなで走りたかったからです。と言っても舗装された道も坂だらけで彼は一瞬で消えちゃうんですけど、まあ一応後ろの方で見えてるから友情を保ってます。この区間は一番困難で辛いセクションだとみんな言うんだけど、僕は自転車に乗れてるだけマシだなーって思ってました。でもエネルギーは低めなので撮影は少しね省エネになってるんだけど、足はまだまだ大丈夫だぜ。あと100キロ。So awesome. No, it's not. すごい綺麗。炭の匂いもずっとしててね。気分転換に完璧。すごい楽しい。苦しいんやけど楽しいわ。嬉しい。でね。自分が去年全然ね登れなくて歩いた登りとかが全部きつくてゆっくりだけど登れるから、なんか成長したなって感じがあってね、嬉しいっすよ。That big climb though. というわけでね、短いセクションに見えるんだけど結構長かった。長くて辛かった。自分がねどれだけ疲れてるかは後でどれだけ撮影してなかったかで分かりました。でもたくさん走って10時間くらいでやっと半分地点です。暗いね。でもこのキャンプエリアで水を補給して食べ物食べて最後の区間の用意をしました。Onward. Hello.
Look, it's where I called it last year. やっと終盤でレースの残り半分です。まさかの残り100キロ。日はあと30分くらいで落ちて真っ暗な中走るんだけど、怖いね。街中の夜ライドと違って真っ暗だからね、ほんと真っ暗。で、自転車の音しか聞こえない中、走らなきゃいけません。まあこの晩は風の音もすごかったからそれもあったんだけど、僕が一番恐れてたのが走る路面。暗い中のグラベルなんて怖すぎやろ。もう本当に荒いグラベルじゃないことを神様に祈ってました。たくさんアップダウンのあるグラベルを走ってるんだけど、調子は結構いい。ロングライドをしてね、この頃自分のことをもっと知って、最初のこれあかんかもって思った後に来る2度目のエネルギーと体力が半端ない。シングルトラックの区間ではね、もう体の重みと闇をすっごい感じてて、本当に完走できるのかなとか思ってたんだけど、ロングライドではいつも感じることで、正直普段はねそこら辺でライドを終えてたんだけど、この頃ロングライドをして気づいたのが、疲れた後に超ハイテンションな楽しみが訪れるんです。自分ができないと思った後に走り続けて味わう楽しみはもう最高。本当に達成感がすっごくあって、やりがいかなを感じます。もちろん体は疲れたし、腰は痛みで変形してるんだけど、まだ笑顔で楽しめてる。この気持ちはもっともっと経験したいね。 Well, we got 50 miles to go, yeah. Easy. 50 miles gets dark. Woo, yeah. Easy. Just finished warming up. Past 80 miles is a warm up. First thing about てなわけでライドに戻ります。闇が訪れるとともに撮影はあまりしませんが、真夜中にグラベルを走って一番難しかったのは、路面でも風でも寒さでもなかった。まさかの砂ぼこり。完全に予想外だったんだけど、夜だとね、ライトに反射してもうなんも見えへん。雪か大雨の中運転した時の景色だね。光の線がたくさん見えるだけみたいな。自分は走りながらラピュタの周りの嵐を思い浮かべてました。ということで自分は前の道が全く見えず、友人たちを信じるしかなかったです。友人というと面白いハプニング。夜になるとみんな静かになって、彼らは音楽を聴いて、僕は風の音を聞いてました。グラベルが始まるとともに僕らは安全のため、みんな一緒に走ろうねと約束しました。そしてその10分後、リード、クリス、そして僕は知らん間にどんどん加速してて、後ろの方でおーい、お前らどっちに行ったの的なことがほんの少し聞こえました。その時にジョーダンを完全にちぎってしまったと気づく僕ら3人でした。疲れた時のペーシングは難しいね。残り50キロくらいで僕の脳みそはショートし始めました。グラベルは集中力がもうずっと必要だから辛いよね。ロードだと前見てればいいだけで頭時々下ろせるんだけど、グラベルだとそれは無理。体が疲れたというよりももうシンプルに頭が早終わらせたかったです。 Back on gravel. Yes, sir. ということで6時間もの間真っ暗な森の中を走り続けて午前2時にゴールしました。気温は5度くらいで超寒かったから瞬時にコートを4枚くらい着て、その後1時間食事をしました。合計2000カロリーとか一気に食べたかな。その間友人たちは一瞬で寝てました。次の日の朝日が当たりながら僕らは片付けて帰りますの予定やったんやけど、さすがは俺、最後にもう一つ故障でバッテリーが上がりました。多分1時間も車で食べてたからだね。And we're on. てなわけでジャンプスタートしてワッフルハウスに向かいました。これで今年の Fry Clay 200K Endurance Gravel Race のお話の終わりです。ここまで見ていただいた方本当にありがとうございます。いいねとチャンネル登録ぜひよろしくね。ほなほなバイバイ。